こんにちは、カラマナチャンネルです。この動画では日曜劇場ヴィヴァン第4話のストーリー概要を紹介したいと思います。よろしくお願いします。日本に帰国し140億円誤送金の真犯人を突き止めようとする丸菱商事の乃木と公安警察の野崎は、野崎の同僚のホワイトハッカー東條と乃木の同期山本の助けを得て社内のシステムサーバー室に忍び込み、財務部の太田が誤送金が行われるように社内システムを改ざんしていたことを明らかにしました。野崎は至急太田の身柄を確保するため太田の自宅に向かいますが、すでに太田は多くのデータを消去して証拠隠滅を図るとともに自身も姿を消してしまいました。なお自宅内にあったわずかな記録の一部から太田が東條が足元にも及ばない伝説のハッカーブルーウォーカーであることがわかります。ブルーウォーカーは自身の私利私欲のためにハッキング活動を行うことはないこと、太田の身辺からはテントに関する情報を一切つかむことができないこと、そして自衛隊の秘密組織別班の関係者とするには太田は若すぎることから別の人物が太田に指示して行った犯行である可能性が浮上します。実際丸菱商事社内の監視カメラから宇佐美、原、水上の3名が太田に接触していただけでなく、太田の失踪後フリーアドレスから何度もメールを送っていた人物がいたことから野崎はこの3名のうち1名がメールの発信者で、太田がブルーウォーカーであることを知りながら利用するために丸菱商事に引き入れたのではないかと推理し、太田のふりをしてメールの発信者をおびき出します。厳戒態勢の中メールで指定した場所に訪れたのは当初想定していた3名のいずれでもなく専務の長野でした。長野の防衛大学校卒業後の経歴から野崎は長野が別班ではないかと推測しましたが、長野は太田とは不倫関係であったこと、防衛大学校卒業後は薬物依存の更生施設にいたことを告白し、更生施設にいた経歴も確認が取れたため事件との関係性はないと判断されます。長野は真犯人ではなく、また当初の容疑者3名の経歴からは別班と思われる人間はいなかったことから、真犯人がテントの関係者であり、用済みとなった太田はすでに殺害されている可能性もある状況となりました。そして野崎は乃木に依頼し、太田の生存を確認し、かつ真犯人を突き止めるための作戦を実行することとします。乃木は同期の山本に依頼して容疑者である宇佐美、原、水上を会議室に呼び出し、その場で3名が公安から容疑者と認定されていることを伝えます。その時野崎から乃木宛てに電話があり、携帯のわずかな電波から太田の居場所が分かった旨を伝えられ、乃木はその場にいる全員にそれを伝えます。実際はまだ太田の居場所は分かっていませんでしたが、これは真犯人がまだ太田を生かしていた場合、太田の居場所が分かり保護されてしまうと都合が悪くなることから、真犯人ならこの乃木の発言に対して何らかの反応を示すと踏んだ野崎の作戦でした。そして乃木の言葉に一番の動揺を見せ、急いでその場を離れた人物は当初の容疑者の3名ではなく乃木の同期の山本でした。山本はかねてから日本の現状を激しく憂いており、その歪んだ感情から複数の闇サイトで活動していたところ、テントの関係者から連絡があり、その活動に共感するモニターとしての活動を始め、テントが手配したミャンマー旅行の道中でバルカに渡り、テロリストとしての訓練を受けていました。実際この頃の山本の様子がジャミーンの過去の写真にも写り込んでおり、山本はテントから太田がブルーウォーカーであることの情報提供を受け、2年前に太田を脅して丸菱商事の社員にさせ、今回の計画を実行していたのでした。大きく動揺する山本の様子を見た乃木は、太田がまだ生きていること、山本が真犯人であることを確信し、太田を始末するために会社を飛び出した山本を公安警察が追跡します。しかし追跡途中にテントの一員を名乗るクロスという男の助けにより尾行を振り切られてしまいました。安堵した山本はクロスに太田の監禁先を伝え、国外逃亡の準備を開始しますが、実はこのクロスはあの自衛隊の中にあるとされている秘密諜報部隊別班の一員で、テントの一員を装って山本に近づいており、クロスは山本を捕らえるとともに公安に匿名の通報を行い、警察側に太田の居場所を伝えます。捕らえられた山本は訳がわからないといった様子で暴れます。そこにクロスが先輩と呼ぶもう一人別班の人間が姿を現します。その人物はなんとあの乃木でした。
乃木は長年本当の身分を隠しながら丸菱商事社員として勤務し、社内ではあえて目立たない成績を維持しながら別班の人間として海外へ飛び回り、国を守るために活動していたのでした。なお今回乃木が GFL 社のアリとビジネスを行ったのも、アリがテントの関係者であると睨み始めたことでした。驚く山本に対し、乃木はもう一人の人格 F と交代し、山本を圧倒します。乃木とクロスは山本に自白剤を投与し、 GFL 社のアリがテントの上位幹部であること、テントのリーダーの最後の標的は日本であることを聞き出します。しかし日本を標的にしたテロの実行日やテントのリーダーが誰かまでは本当に知らなかったようで、2人は山本を排除し、第4話は終わりを迎えました。はい、この第4話いかがでしたでしょうか。乃木が別班の人間であることが明らかになる衝撃の展開でしたね。今後の公安と別班、そしてテントの三つどもえの展開も楽しみにしていきたいと思います。最後に本編の内容とはそれますが、この「VIVAN」では堺雅人さんのとても広い演技の幅を感じることができて、大変見応えがありますね。過去のいろんな作品を彷彿とさせつつ、しかし乃木憂助という一人の人間にしっかりと落とし込まれて演じていらっしゃるところが本当に素敵だなと思いました。他の俳優陣ももちろん素晴らしく、今後の展開も非常に楽しみです。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。